こんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。私はそろそろイギリスに帰ります。なので、家族や友達のために何のお土産をあげたら喜んでくれるかなといろいろ考えています。今日、その考えを発表したいと思います。それでは、本日のテーマ、外国人の絶対魅了する日本のお土産。おととし、日本に旅行で来た時、家族のためにお土産を何にしたらいいかなと悩んでいろいろ買って帰りました。その時の自分の考えはきっと日本人の皆さんの考えと似てたと思います。それはせっかく日本に来たから日本っぽいものをあげたい。それでね、喜んでくれるだろうと思って両親のために抹茶や和菓子を買ってあげました。結果は大失敗でした。私の両親はもう50代でヨーロッパ以外の海外に行ったことがなかったんです。だから日本やアジアの食べ物に全く馴染みがなくて、抹茶なんて飲んだこともありませんでした。イギリスの田舎者が初めて抹茶を飲むとどうなるかというと、母の反応はこんな感じでした。お母さんどう？美味しい？まあ。あんまり好きじゃないんでしょ？多分。なんか、草の味しない？まあ、こんな感じでした。和菓子も全く同じ反応。もちろん、あげたことに感謝してくれたけど、顔は正直でした。ということで、抹茶や和菓子みたいに、日本人には馴染みのある味でも、外国人にとってはちょっと独特なものは注意が必要かもしれません。日本が大好きという人だったら全然ありだと思いますが、私の両親みたいにアジアの文化ちょっとわかんないというタイプの人にはちょっと気をつけた方がいいと思います。どうしてもあげたい場合は事前に抹茶とか飲むって軽くチェックしてみた方が無難だと思います。あるいは反応を気にしないのであれば、これは日本のものだぞ、バーンと強気で押し通すのも全然ありだと思います。ご自由にどうぞ。さて、私のおすすめのお土産を紹介していきます。本日は4つのカテゴリーに分けて紹介したいと思います。それは、少し伝統的なお菓子、流行りのお土産、日本らしいもの、実用的なもの。それでは、行ってみましょう。さっきも言いましたが、和菓子はうちの両親にはちょっとハードルが高かったです。でも、少し伝統的なお菓子をあげたいけど、何がいいだろうと悩んでる方、ご安心を。このカテゴリーの私のおすすめはこちらの4つです。カステラ、せんべい、日本酒、日本のカレーのルー。カステラ。ポルトガル由来なので、実はそんなに日本っぽくないかもしれないんですけど、超無難。誰でも好きです。お土産に混ぜて入れたら、絶対喜ばれると思います。せんべい。ちょっと地味じゃないと思うかもしれませんが、外国人には超ウケます。イギリスにも似たようなものがあるんですけど、味も食感もちょっと違います。というのは、日本のせんべいの方が圧倒的にうまいんです。そして、せんべいも好きじゃない人はあんまりいないので、結構おすすめです。しかも、せんべいもカステラと同じように、そのように無難なんですが、カステラよりも日本っぽさがあって、結構受けがいいと思います。私は日本に来て感動した商品、こちらです。うまいせんべい。名の通り、うまいです。食感が最高です。食べてて気持ちいい。お土産として持って帰るつもりですが、このようなせんべい、本当におすすめです。日本酒。ヨーロッパではお酒をお土産としてあげる文化があるので、日本らしい日本酒をあげるととっても喜ばれると思います。
味に馴染みがなくても面白いと楽しんでもらえると思うので、おすすめです。カレーのルー。他の国の方はわからないんですが、イギリス人はこちら、本当に大好きですよ。イギリスはインド料理が多くて、カレーが好きな人も多いです。そのため、日本のカレーに興味を持ってくれます。実際、日本料理といえば、とイギリス人に聞くと、寿司、ラーメンの次にカツカレーという人がめっちゃ多いです。別にイギリス人じゃなくても、仲がいい人だったら作り方を教えたり、一緒に作ってみたりとかして、そのような体験も含めて、本当に最高のお土産になると思います。ここでは外国人が絶対喜ぶ日本の流行りのお土産を紹介します。あんまり日本っぽくないかもしれないんですが、めちゃくちゃ受けがいいです。まずはキットカットでしょう。これは有名ですね。定番だけど最強。外国人はなぜかよくわからないんですけど、日本のキットカットが本当に大好きです。イギリスにもキットカットがあるんですが、味はほぼ全部普通のチョコレートだし、日本の方がちっちゃくて可愛いです。そして日本のキットカットの味のバリエーションが本当にすごいです。なので、普通のチョコの味じゃなくて、日本でしか買えない味、抹茶、わさび、ぶどう、日本酒などを選べば確実に喜ばれます。あげやすいし、外国人もそんなに高くないことを分かっているので、もらいやすいです。そして無難です。はい、次です。ハイチュウ。意外かもしれませんが、海外でも有名だったりします。私はグミとか飴とかあんまり食べないんですけど、好きな人には最高のお土産です。もうバンバンおすすめを出すんですけど、コロロ。特にこのシャインマスコット味が人気があると思います。海外にももちろんグミがあるんですけど、日本のグミって特にこういう果物系のグミっていうのは果物の味の再現がすごくて人気があります。ちょっと久しぶりに食べてみたいと思います。すごいね。やっぱ味だけじゃなくて食感もブドウと似てて面白くて美味しいです。結構おすすめです。最後にタフグミ。人によっては馴染みのない商品かもしれないんですが、これは個人的におすすめです。さっき私はグミをあんまり食べないと言ってたけど、高校生の時は普通に食べてました。そして高校生の時はホームステイで日本に来て、この商品と出会って感動しました。その時友達のためのお土産として買ってイギリスに持って帰ったんですけど、友達にあげるのってもったいないと考えるようになって、全部一人で食べてしまった。やっぱりそれぐらい美味しいです。刺激のある味と刺激のある食感の組み合わせって中学生と高校生絶対好きだと思います。いやいや、そんな流行りのものじゃなくて本格的な日本らしいものをあげたいんですよという人、その気持ちすごくわかります。そのため日本らしいお土産も考えました。綺麗な柄のお箸。今はそうでもないと思いますが、昔は割り箸をお土産としてあげていた人がいたみたいです。これはぶっちゃけ外国人でもいりません。海外でも買えます。やめた方がいいです。でも、お箸をあげてもいいと思います。あげたいなら、私のおすすめはちょっと綺麗な柄が入っているお箸です。なぜなら外国人はお箸をあんまり使わないかもしれないんですが、美しいお箸だったら飾ってもいいんですし、使うときは特別感があります。急須。これ、一押しです。イギリスの話になるんですけど、イギリス人って紅茶が大好きです。しかし、ティーバッグが主流なので、実はちゃんとした急須を持っている人が少ないんです。せっかく日本もお茶の文化があって、お土産の
チャンスだと思います。茶碗。海外で買えなくはないんですけど、デザインや質のいいものはなかなか手に入りません。アジア料理が好きな人にはおすすめです。そして最後は実用性重視のお土産。まずダイソーの便利グッズ。めっちゃ安いのにとても便利なものが多いです。例えばこの前買ったこの野菜カッター。400円ぐらいしたんですけど、めっちゃ便利で感動しました。こういうちょっと便利な生活グッズは外国人に受けがいいと思います。熱さまシートやその他の暑さ対策グッズ。イギリスではこういうものを売ってないので、暑がりの友達がいたらとてもおすすめです。最後に日焼け止めやパックなどのコスメ系。この分野、正直私は詳しくないけど、日本製のコスメはとにかく海外で大人気です。特に日焼け止めはトーンアップ系とかいろんな機能があってレベルが高いです。パックもコスメが好きな人だったら絶対喜ばれると思います。日本は日差しがとても強くて、外国人の友達や知り合いが日本に来る場合も日焼け止めをあげるのがおすすめです。かなり長くなってしまったので、最後に私のおすすめのトップ5を発表します。5位、日焼け止め。4位、急須。3位、せんべい。2位、カレーのルー。そして1位、キットカット。やっぱりキットカットが最強ですね。本日は外国人の絶対魅了する日本のお土産をお届けしました。いかがでしたか？私はイギリス人なので少しイギリスよりの視点になったかもしれませんが、ほとんどのアイテムはどこの国の方でも絶対喜んでくれると思います。皆さんのおすすめのお土産やイギリスのお土産で良かったものなどがあればぜひコメント欄で教えてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。